Listening challenge. Can you understand all without subtitles? 今日はマリオが先生だね。マリオの作るボンゴレ楽しみ。じゃあ、下準備の砂抜きはもうやっておいたから、早速作ろう。でも鍋にお湯だけ煮ておこ煮る？ああ、沸かす。ね。日本語では材料が入ってない時にお湯を作ることを沸かすって言うんだよ。う。まずは、ニンニクを皮付きのまま潰して、パセリはチョップにします。チョップはみじん切り。パセリは絶対にイタリアンパセリね。最初はパセリの茎とニンニクを炒めて。茎だけ最初炒めるんだ。知らなかった。ニンニクの香りって最高だよね。そうだね、僕もこの香り大好き。じゃあ、トークさん、ニンニクがゴールデンカラーになったら、それのことをきつね色になったらって言うんだよ。なんでホックス？じゃあゴールドカラーは全部ホックスなの？違う。でも料理ではその言葉使うの。マリオ料理好きだし、この単語は覚えておきな。わかった。じゃあ、アサリと白ワインを入れて強火にして。アルコールがなくなったら。アルコールが飛んだら。へえ、そうやって言うのね。アルコールが飛んだら、少し混ぜて蓋をして、アサリの口が開いたら、パセリの茎とニンニクは取り除いて、アサリも飾りで使うやつを少し残して、殻を取っておきましょニンニクとかも取っちゃうの？めんどくさい。う。めんどくさがらないで、やってください。はい、先生。ねえ、マリオ。パスタの茹で時間って書いてある通りにする？普通はそれが一番だね。ただ、ボンゴレは3分引いて茹でるんだよ。塩はどのくらい入れるの？海ぐらい。多くない？多くないよ。でも今日はボンゴレだからさっき作った時のソースにアサリから塩分が出ているじゃん。だから、ソースを味見してしょっぱかったら、茹でるときは少し塩少なくしてね。じゃ、もう一回ニンニクと唐辛子炒めて。また炒めるの？美味しいボンゴレのためです。早くやって。はーい。これで最後の仕上げね。茹で上がったパスタを加えてアサリの出汁も入れて、フライパンの中でアルデンテにしてください。へえ、そうやってアルデンテにするんだ。いつも茹ですぎていたかも。アルデンテはとっても大事。もし出汁が少なくなってきたら、さっきのパスタを茹でたお湯入れてね。よし、トークさん最後に、マンテカトゥーラして。何それ？イタリア語？どういう意味？ちょっとフライパン化して。マンテカトゥーラはこうやるの。ああ、日本語で言うと素早く混ぜ合わせるだ。後で LINE でその言葉を送っておいて。僕にとって重要な言葉だ。おお、これが本当のボンゴレだね。早速味見してみよう。どう？美味しい？最高。すごいじゃん、マリオ。家でも一人で作ってみてね。でもちょっとめんどくさいかも。スキップできるところある？スキップできるとこはないよ。トークさんもいつも基本の日本語文法は大事って言うじゃん。それと同じです。スキップしないでください。はい。わかりました。シェフ。Watching with subtitles. Check how much you understood and also check kanji. 今日はマリオが先生だね。マリオの作るボンゴレ楽しみ。じゃあ、下準備の砂抜きはもうやっておいたから、早速作ろう。でも鍋にお湯だけ煮ておこう。煮る？ああ、沸かす。ね。日本語では材料が入ってない時にお湯を作ることを沸かすって言うんだよ。まずは、ニンニクを皮付きのまま潰して、パセリはチョップにします。チョップはみじん切り。パセリは絶対にイタリアンパセリね。最初はパセリの茎とニンニクを炒めて。茎だけ最初炒めるんだ。知らなかった。ニンニクの香りって最高だよね。そうだね、僕もこの香り大好き。じゃあ、トークさん、ニンニクがゴールデンカラーになったら、それのことをきつね色になったらって言うんだよ。なんでホックス？じゃあゴールドカラーは全部ホックスなの？違う。でも料理ではその言葉使うの。マリオ料理好きだし、この単語は覚えておきな。わかった。じゃあ、アサリと白ワインを入れて強火にして。アルコールがなくなったら。アルコールが飛んだら。へえ、そうやって言うのね。アルコールが飛んだら、少し混ぜて蓋をして、アサリの口が開いたら、パセリの茎とニンニクは取り除いて。
アサリも飾りで使うやつを少し残して、殻を取っておきましょニンニクとかも取っちゃうの？めんどくさい。う。めんどくさがらないで、やってください。はい、先生。ねえ、マリオ。パスタの茹で時間って書いてある通りにする？普通はそれが一番だね。ただ、ボンゴレは3分引いて茹でるんだよ。塩はどのくらい入れるの？海ぐらい。多くない？多くないよ。でも今日はボンゴレだからさっき作った時のソースにアサリから塩分が出ているじゃん。だから、ソースを味見してしょっぱかったら、茹でるときは少し塩少なくしてね。じゃ、もう一回ニンニクと唐辛子炒めて。また炒めるの？美味しいボンゴレのためです。早くやって。はーい。これで最後の仕上げね。茹で上がったパスタを加えてアサリの出汁も入れて、フライパンの中でアルデンテにしてください。へえ、そうやってアルデンテにするんだ。いつも茹ですぎていたかも。アルデンテはとっても大事。もし出汁が少なくなってきたら、さっきのパスタを茹でたお湯入れてね。よし、トークさん最後に、マンテカトゥーラして。何それ？イタリア語？どういう意味？ちょっとフライパン化して。マンテカトゥーラはこうやるの。ああ、日本語で言うと素早く混ぜ合わせるだ。後で LINE でその言葉を送っておいて。僕にとって重要な言葉だ。おお、これが本当のボンゴレだね。早速味見してみよう。どう？美味しい？最高。すごいじゃん、マリオ。家でも一人で作ってみてね。でもちょっとめんどくさいかも。スキップできるところある？スキップできるとこはないよ。トークさんもいつも基本の日本語文法は大事って言うじゃん。それと同じです。スキップしないでください。はい、わかりました。シェフ。Hi guys, did you understand everything? We're going to explain grammar tips for beginners. In the video, Mario says, しょっぱかったら、きつね色になったら。He said, blah blah tara, blah blah tara a lot of time. It means when, after, or if in English. We use this is a lot in explanations, like in this recipe, and also in daily life. So this grammar level is JLPT N4 level. Please remember it. ニンニクがきつね色になったら、アサリと白ワインを入れて。So let's see the example. Japanese has a lot of verb conjugation, and this time we use verb tahom. Verb tahom meaning plain past home. Then we call it tahom. Then plus la. Example, なります go to なったら. Then we use this one. So it means when the garlic turns golden brown, then add 2 crumbs and white wine. アルコールが飛んだら、蓋をします。Let's see this example sentence. He said, アルコールが飛んだら蓋をします。Once the alcohol evaporates, cover it. So this is also using verb plain past home. We call it tahom. And 飛びます go to 飛んだら. Another example about using in daily life. If you have to do something after work, you say 仕事が終わったら. In this example, 仕事が終わったら子供を迎えに行きます。Verb is 終わります。終わります meaning finish. 終わります go to 終わったら. Let's see another example. I will change a little bit and you can make another sentence. 仕事が終わったら飲みに行きます。I finish work. I'll go to bar. So please try to make your original sentence. So you change some noun, verb. Please make it. ソースを味見してしょっぱかったら、茹でるときは少し塩少なくしてね。So this time, so the meaning is if. The Mario says しょっぱかったら。しょっぱい meaning salty. So this is not verb. This is adjective. Adjective also has conjugation. So しょっぱい you omit いしょっぱかったら. The meaning is if it is salty. もし出汁が少なくなってきたら、さっきのパスタを茹でたお湯入れてね。Mario want to say if. So this is also using verb plain past home plus らなってきますなってきたら. So if the broth is running low,
please add the water. But in case the broth is not running low, you don't need add the water. So that is why he want to say if. 出汁が少なくなってきたら、さっきのパスタを茹でたお湯を入れてね。So let's check last sentence using in daily life. If it rains tomorrow, I want to go out. 明日雨が降ったら出かけない。So this is, the verb is 降ります。Then go to 降ったら。If it rains. 雨が降ったら出かけない。降ります。降ったら。So this is also verb 他本。Thank you so much for watching video. I hope you like it and enjoy my animation. I hope see you soon. Bye bye. 私は頑張ってビデオ編集します。また見に来てね。バイバイ。